始まりました。今回はですね、またティームさんがいなくてですね、前回に引き続きガシさんにまた出ていただくことということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コラボ会、スペシャルコラボ会の連続スペシャルではない。超連続、いやスペシャルですよ。僕のその生みの親ですからね、スーパーデッキの。ああ、なるほど。で今日はそのガシさんに、その紹介していただく創造者発表させていただくんですが、はい、カオス理論家イアン・マルコムになります。うわ、素晴らしい。これもうその名前を聞いた時点でドカジュアルですよねっていうそうですね。まずこの当初知ってる人は見たらそれドカジュアルなやつですよねっていうのはすぐ分かるんですけど、カジュアルですよね。いや、もちろん。いや、そうですね。はい。56さっき56ですよね。はい、想定では34ですか。いや、みんなが強ければ56になります。みんな強ければ56になります。なるほど。じゃあ一応能力を説明しますと、はい、EZ3 マナの22でプレイヤー1人が各ターン内の自分の2枚目のカードを引くたび、これは全員ですよね、はい、でそのプレイヤーは自分のライブラリーのトップを1枚追放しますと。で各プレイヤーのターンの間、そのプレイヤーはカオス理論家イアン・マルコムによって追放されていて、自分がオーナーでないカードの中から呪文を一つ備えてもよい。はい。みたいなまずちょっとよく分かんなかったぞと。だから2枚目のドローを誘発すると3枚目が追放されて、それがどこまで使えるんですか？これはずっと使える？そうですね。こいつが場にいる限りは。こいつが場にいる限りは使える。こいつが仮にもしいなくなった場合、はい、帰ってきたら使えますか？いえ、それはできない。追放されたままになります。なるほど。それは別にしなきゃいけない。そうです。有効期限があります。めんどくせえ。わっちゃわちゃなりますよね、これデッキ。で、2位のままで払っていいということですね。自分のターン中、対戦相手が追放された、マルコムによって追放されたカードが自分のターン中使えるっていう。なるほどなるほど。自分で追放されたやつは自分で使えなくて、対戦相手が追放されたカードを使える。自分のターン中だけ使える。自分のは使えないけど、そうです。相手のを使えますよってことですよね。なので、さっきお話しした通り、56かどうかは、みんなが56ぐらいで強かったら、俺も強くなるかもしれないっていう。なるほどなるほど。でまあどんな感じになるのか、まずちょっとご説明していただきたいんですけども。もうこれはもうシンプルに、みんなに各ターン中2枚ずつ引かせます。そうですよね。もちろんそれがないとこいつ何も使えできないんで、まず相手に追加でドローさせるカード。そうですね。フルフィックスの指図、例えばですよね、とか、あとジーンの鐘とか、そうですね、よくあるね。そうですね。相手のドロー、海の中心御心とか、あとガイア岬のとかもありますよね。あったりとかで、とにかく、そうですね、2ドローさせまくる。セカンドドローを全員にさせるってことですね。そうですね、一生懸命やらせます。強制的にセカンドドローさせることによって、相手がそれを行わなくてもこちらがそれをさせていくと。そうですそうです。わけわかんなくなります。やってくれる分には全然いいんですよ。やってくれないとかやらない人もいるんで。まさにカオス理論なんですね。まずカオス理論。そうですそうです。で、例えばどんなカードがそれで入るんですかね。相性のいいカード。もうこれはよくあるカードですね。フェアリーの黒幕。高橋選手ですよね。そうですね。2ドローしたプレイヤーは俺もカード1枚引けるっていう。なるほどなるほど。カードなんで、これはまず入れておいて損ないですね。であと次このカナダの賢者っていうクソでかいクリーチャーがいるんですけど、これ聞いたことありますね。本当ですか？これ7マナ55の飛行のクリーチャーで、手札以外僕が手札以外から呪文を唱えるコストが2マナ少なくなるんですよ。知ってます。なので僕が紹介したことあります。本当ですか？なので僕がマルコム使えるカードは自分がマルコムに追放されてるカードなんで、カードだけなんで、これ2マナ安くなる、もういわゆるマナクリみたいな7マナのマナクリとして使えるんですよ。でも全部ですもんね。全部2コス減るから2コス減ってるわけですからね。そうですよね。これめっちゃ強いですよね。そうなんですよ。ただ7マナかかる。でも予見して5マナで出せる可能性もあると。いや、いいですよ。そうだったら出せる可能性あるじゃないですか。
まあ、2枚引くんで土地もいっぱい理論上は引くかもしれないんで、まあ、これも入れてます。なるほどなるほど、いいですね、これかなり相性がいいですね。あとこういうのです。もうイゼットといえば、まあ、なんかたくさん呪文唱えるみたいなところあるんで、はい、そう向けですよね。そうですね。こいつは暴走魔族魔法のソーサラっていう4マナ4/3のクリーチャーなんですけど、僕が最初に追放領域から唱える呪文は属性を持つ。面白いですね。はい。カードがあるんで、面白いですね。対戦相手のカードを使って僕はじゃあ属性しますってどういうことみたいなね。カオス理論がカオスして、そうです。対戦相手のクリーチャーを使いながら僕が属性するっていう、僕のトップをめくり続けるっていう謎の意味わかんないですよね。するっていうのがちょっと面白いところです。楽しそうですね。めっちゃ面白いですこれマジで。他に相性が良さそうなのは、まあこれをさっき伝えたこの暴走魔族のソーサラとか一応勝ち筋とかにもちょっと関わってくるところであるんですけど、そうなんですか。これなんと青のカオスワープです。青のカオスワープ来た。青のカオスワープです。祝福された転生っていうインスタントなんですけど、4マナ青インスタント。4マナのインスタントです。で、対戦相手がコントロールするクリーチャーを1体対象にして追放します。追放した。これ追放除なんですよ。なるほど。で、そのプレイヤーは自分のライブラリーからクリーチャーカードが公開されるまで公開し続けて、その出てきたクリーチャーが倍に出てくるっていうカオスワープですね。カオスワープなんですよ、これ。なるほど。で、追放されたクリーチャーじゃないカードをデッキに加えて切り直すってところなんですけど、反復を持ってる。そうです、反復持ってるんですよ、これ。もう一回打てる。そうです、もう一回打てる。そうなんですよ。なので、この暴走魔法の操作なんかあると、属性がまた追放領域から唱えるんで、もう一回属性ができたり。でもこれカオス理論で言いますと、これ自分で素引きした時でしか使えないんですよ。そうなんですよ。マルコムめちゃめちゃ弱いところは、自分も引いた場合はこのキーパーツが対戦権取られるっていうそうですよね。カオス理論的にはこれ相手がこれ打つ場合もあると思うんですよね。そうですよ。でもその場合は反復ないんで。なるほど。反復は僕だけしか。反復って唱えたらこう自分のターンに戻る。いえ、反復は手札から唱えないと反復適用されないんで。そうなんですね。なるほど。なるほど。2回は使わせるの。なるほど、そうなのか。なるほど、面白いですね。そんな感じです。なので本当キーパーツ全部ぶっこ抜かれて、これどうやって勝つんだみたいなってゲームも何回かあります。それがとにかく楽しいってことなんですね。そうですね。そういう意味合いでも、そうです。やっぱカオスを楽しむっていう意味合いではめちゃめちゃ面白い。でもうまくめくれればマルコムが持ってきてくれるんですよ。強いカード。対戦相手。対戦相手はね。対戦相手の強いカードを使えばいい。ワンチャン対戦相手の勝ち筋で勝てる可能性もあるってことです。確かに。もちろん。何言ってんだと。カオス理論によれば、そうです。対戦相手と勝てるかも、対戦相手のカードで勝てるかもしれない。でもそれは他の対戦相手も勝てますよね。いやでもあれですよ、勝ち筋を潰してるんですよ。そうか。マルコムを勝ち筋を潰して僕がそれを使える権利を持ってるって考えれば、マルコムめっちゃ強そうに感じません？面白い。ちょっと待って、俺なんかマルコムに引き込まれそうなんだよ。マルコムで考えようかな一回。対戦そうですね。一応勝ち筋があるんですよね。あるにはあります。やっぱその追放領域から使うっていうところも、かなりマルコムが追放領域から使えるんで、対戦相手のカード使えるんで、追放領域から使えるカードの時に誘発するカードで誘発する効果で勝ち筋を1個作って1個だけです。本当に作ってます。1個だけこれ以外は考えてないです。本当ですか？はい。なんだろう。これですまずこの背景のエンチャントなんですけど。バルダーズゲートだ。みんな大好きバルダーズゲート。2マナのエンチャントです。情熱的な考古学者。でこれ僕がオーナーである統率者は僕が追放領域から呪文を唱えると対戦相手1体対象にしてそのマナ総量に等しいダメージを飛ばせます。なるほど。あなたがオーナーである統率者で、あなたが追放領域から呪文を唱えたり、もうマナ総量分飛ばす。なるほど。その呪文いただくわって言いながら、顔に焼けるんですよ。顔焼きながら対戦とのカード使えるっていう。なるほど感じですね。盤面展開してって点数減らしてってみたいなことですね。とかあとこういう追放領域から唱えると効果をするやつなんですが、燃
燃え盛るティラノサウルス、はい、でこれは、7マナ55のクリーチャーで200持ってます、まあ、別にこれどうでもいいんですけど、はい、でこの効果が僕が手札以外から呪文を唱えるたびに1個対象にして3点ぶっ飛ばせます。稲妻が使える。なるほど。はいはいはい。強い能力が使えるたびに稲妻を使えます。なるほど。はい。で、かつこのティラノサウルスの上にプラス1カウンターを。なるほど。はい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 。で、もう1個効果があって、はい、こいつが死亡したときに、はい、各対戦相手にこのパワーに等しい点数のダメージを与える。これちょっといいかもしれない。これ勝てる可能性あるな。はい、これ勝てる可能性あるぞ。はい、これがめくり次第では。でも相手にめくられる可能性。そうもちろんあります。ちょうどいいじゃんっつってこいつ出して僕が出したマルコムが追放したカードを対戦相手に使われてこれ出されたらやばいですよね。そうなんですよ。もう祈るだけなんですよ。で一応コマとかも使ってデッキトップ操作してやるときもありますけど、デッキトップ操作するカードそんなないんで、もうとにかく祈る。で取られちゃったらもう笑うしかない。いやこれは面白いデッキですね。なんで取られた暁にはもう必死になってこのティラノサウルス使った方がいいです。考古学者使っといた方がいいです。一生言い続けますね。なるほど。早くゲーム終わらせてほしい。やばいですね。ゲームできねえやつって。ぐちゃぐちゃになるんですよね。でもね、一回やったことあるんですけど、結構楽しいんですよ。いや面白いです。弾けるんで、カードみんな弾けるんで、そもそもそれが楽しい。一応面白カードを2枚ぐらい紹介していただきたいんですけど、どっちからいきました？じゃあまずこっちからいきます。こっちからいきますか。こっちから熱病の原子。はい。これ3マナのエンチャントで、イゼットカラーの無色1で3マナです。で、各プレイヤーの終了ステップ開始時にそのプレイヤーカード1枚引きます。はい、なるほど。素晴らしい。で、そのプレイヤーが対戦相手であってかつそのプレイヤーがエンドのタイミングで4枚以上手札があったら顔に2点飛ばせます。いやこれずっと引かされ続けられてトップをめくってで2点も食らって引けて嬉しいじゃん。2点食らってもらうわっつって。すごいな。いやこれね楽しいんですよね。結構きつかったな。やっぱ今カンパニー使えないんで。使えないですね。使い切れないんで本当に。これマジで。それ以外のカードも。じゃあ俺だってこいつ対戦した時ライブラリー切れで負けたことあって。そんなことあった。それはそれでかなりきつかったですよ。で、これはもうおなじみ。チャンネルではおなじみ。今度チャンネルは。この裏切り者カーンって入れちゃおうと。このデッキでスパイスとして入れちゃいましょうと。だってね、カード2枚引けるんで。ね。一応能力カーンの効果を説明しますと、4マナの51でして、赤ですね。で、絶対に攻撃かブロックしてくださいと。で、こいつがコントロールを失ったら2枚引きますと。おお、まさにマルコにぴったりのダメージをもし仮に受けたらこいつがで、その軽減して誰かに移せますと。そうです。簡単に説明しますと、ダメージ受けたら移動してその持ってた人が2ドロして、ダメージ受けたら移動して持ってた人が2ドロするっていうカードですよね。2ドロをみんなで回していこうねっていうカードになってますね。マルコの場合は。マルコの場合はね。ドローが大事なんですよ。カードを回すじゃなくてドローが大事なんで。こいつの場合は。だいぶカオスになりますよね。そうですね。お前引いたな。魂のカーン。もうここにも入ってくる。実はこのガシさんは僕のカーンの生みの親だったんですよ。そうなんですよ。魔改造される前の純粋な心を持ってた。純粋な心を持ってたんだ、あの頃のカーンは。僕はちょっと裏切り者に変えてしまったんで。孫をことなき。ここにも入ってきます。ここにも入ってくるんですね。イアン・マルコも結構楽しそうですよね。面白いですね。面白いんでやってほしいですよね。そうですね。キーパーツ大体安いんで。そうですね。でもわちゃわちゃして。そうです。とにかくぐちゃぐちゃにして、どうなりましたみたいな。そうですよ。これ使えるんですか？このカードちなみにこのマルコも補足しておくと、
ラガバンと一緒で、呪文しか使えないです。土地は使えない。プレイできない。土地プレイできないんで。なるほど。そうなんですよ。なるほど。いやでもね、まあ2枚引かせるんで土地は引いて引けるだろうみたいな。対戦で引かせる分には全然悪い気しないんで。確かにぐちゃぐちゃになりますけどね、盤面が。そうですね。結構最後勝たす時に気をつけるのった方がいいかもしれない。まあそうですね。みんなカードがぐちゃぐちゃになるんで、勝たす時にだけ注意いただいて。一応高評価80いただけましたらできるぞ。崩壊する必要あるのかなこれそれぞれみんな好きなマルコム使ってくれよって感じめちゃめちゃするんですけど僕よりもっといいリストがもしかしたらあるかもしれない。参考としましてリスト公開させていただきますので、高評価お願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。